デイモンのもう一つの能力をモチーフから推測。それは、作中最強キャラを決める議論の最中に突如として登場した、当時の臨界では大筒木一式との激闘が終結し、この葉隠れの里と敵勢力からは互いに疲弊していた、ナルトとサスケの二人は一式を倒したものの、その戦いの内容は最強の座を守ったというには難しいものとなった。一式を完全に倒すまでには、ナルトとサスケ以外の存在が大きく肯定している。代償も大きい。ナルトは長年の相棒であるクラマを失ってしまった。からの側は、最後の残党であるコードが暗躍していた。この男も本来は復活前の一式をもしのぐ力を持っているとされ、読者の間での議論を混乱させていた。しかし、この議論を終わらせる勢いを持つさらなる存在が現れることとなる。奇跡の力を持つ兄弟、エイダとデイモンである。特に戦闘面では、弟のデイモンは次元の違いを見せた。コードでさえも相手にならなかった。デイモンはアマドによって大筒木芝居の細胞を移植する改造を施された謎多き少年。体術も群を抜いて強かったが、真の次元の違いは真術、反射にあった。デイモンは手のひらで人に触れている間、デイモンと触れた人へ向けられた怪異のイメージを結果にして相手へ返す能力である。この能力に対抗する術は、第2部23は現在においても確認されていない。それだけでは終わらず、デイモンにはもう一つ別の能力がある。この能力についての詳細が語られたシーンは未だないが、使用時にはこれまでの忍術の常識を覆すような異質さが見られた。本動画では、デイモンのもう一つの能力がどのような名を持ち、どのような効果を有しているのかを考えるものとなっている。デイモンという最強候補がいかに強いのかがこの動画でわかるかもしれない。そして、デイモンという人物像も垣間見える内容になると考えている。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。新たな最強候補として颯爽と登場したデイモンではあるが、その振る舞いは普通の少年そのものである。好奇心に満ち溢れており、ボルトとゲームを楽しむ様子も描かれている。ただ、なかなか外へは出づらい状況にある。デイモンとエイダはあくまで木の葉の里の外の出身。臨界を揺るがすほどの力を有していることもあり、里からは要注意人物の扱いを受けている。ボルトやカワキなどの付き人が必要であるのはもちろん、デイモンは基本的にエイダを守るナイトの役割を受け持っている。エイダあってのデイモンなのだろう。そのためだけではない可能性もあるが、あまり物語に関与していない印象を受ける。ここから一つ、デイモンのモチーフとの関連性が見えてくる。デイモンのモチーフはその名前から、大魔王であると本動画では考えている。デイモンという名前は、大魔王という単語をもじって付けられたものなのではないだろうか。デーモンなどとも派生して呼ばれている大魔王。このワードがなぜデイモンのモチーフなのかを解説する。ボルトと哲学の関連性が非常に強いことは第2部あたりから伝わってくると思う。まず、大魔王とは古代ギリシアの哲学者プラトンの著書、表現によると人間と神々の中間に位置する前世あるいは悪性の超自然的存在で、界の神格や神代英雄の霊などを指す。和訳するなら、奇獣、神霊、精霊などがふさわしい。同じく古代ギリシアの詩人ヘシオドスの叙事詩、神道記では、守護神の役割を与えられた存在として記されている。この時点で大魔王はかなりデイモンとの関連性が高いワードなのではないだろうか。紹介した通り、デイモンは人間でありながら神の力の一端を持つ超常的な存在である。また、デーモンは常駐プログラムの名前にもなっていることから、コード、バグなどとの関連性もある名前であるとわかる。ちなみにエイダのモデルの一つは、世界初のコンピュータープログラマーの女性であるエイダ・ラブレスだと思われる。エイダの真術、全能は大筒木桃式によると、創生のためのプログラミング言語と呼ばれている。エイダもその意味で初のプログラマーということになる。また、エイダ・ラブレスという名前は、エイダと呼ばれるプログラムの名前にも使われている。デイモンはそんなモデルを持つエイダを守るため、兄弟で一緒にいることが多い。エイダのそばで精霊や守護神、プログラムのように留まっているのである。デイモンと大魔王には以上のような強い関連性がある。ここからはさらに深掘り、大魔王とはより具体的に何をする精霊なのかを解説する。実はここにデイモンに隠されたもう一つの能力へつながるヒントがある。先ほど紹介したプラトンの著書は、彼の師であるソクラテスの言葉をもとに書き記したものである。ソクラテスは普段から内なる声を聞いていたという。この声はデイモンのモチーフである大魔王によるメッセージだとされる。ソクラテスによると大魔王は、神からの情報を人間に伝達する役割を持つ存在として語られている。この役割は、そのままデイモンの役割、そしてデイモンの能力に関わってくると考えている。彼のもう一つの能力、その真術の名は順風寺。重要な情報を神のお告げを聞くかのように受け取る能力なのではないだろうか。なぜ順風寺という実名なのかというと、
その根拠の一つはデイモンの姉、エイダにある。エイダには全てを見通す目である真術、千里眼が備わっている。この千里眼という名前の語源は道教にあり、千里先のものまで見える能力を持つ神の名前となっている。実はこの千里眼には対となる神がいる。それが順風寺である。順風寺は千里先までの音を聞く能力を持つ神とされ、千里眼と共に情報収集に重宝されていた。この能力は大魔王の役割とよく似ていないだろうか。神々の様子を聞くことで把握し、それを他の者に伝える力を持っている。詳しい内容は、ナルトでも何度もモチーフになっている作品にある。順風寺は千里眼と共に上司のマサという神に仕える存在であり、歴史的な著作物にもたびたび登場する。2つ挙げると、1つ目の方針演技では、順風寺が神の住む天界の様子も聞いてしまうほどの聴力を見せていた。そしてもう一つの最遊記では、なんと天界の様子を聞く役割を順風寺に与えられている。これらの記述からデイモンの真術、順風寺は、高次元世界の情報すらも受け取れてしまうのではないだろうか。実際に第1部77話のデイモンは、初対面のひまわりに迫力を感じている。この迫力の正体が2025年の V ジャンプ7月特大号での Q&A 企画で明らかになっている。作者の池本先生によると、渦巻きとヒューガの血を引くひまわりと、クラマのチャクラのシナジー効果によるポテンシャルの高さ、将来性といったものを感じ取ったということですとしている。ひまわりが実際にクラマの力に目覚めるのは第2部9話のこと。デイモンはその迫力の正体を言葉に表すことはできていなかったものの、もはや未来の情報なのではないかというほどの本質的な情報を受け取っていたことがわかる。ボルトがコードを相手に螺旋丸、渦彦を見せた時にも、デイモンは何も見えていないはずの状況で術の内容を的確に分析していた。ボルトは未来で習得可能であるはずの渦彦を、未来の情報を駆使して現在で習得した可能性が高い、であるにもかかわらず、デイモンは渦彦の詳細を把握していたのである。これらの出来事は真術、順風寺によるものだったのではないだろうか。デイモンは大魔王と順風寺のように、高次元から感じ取った情報をエイダや人々に伝える存在なのかもしれない。彼ら兄弟は2人揃って初めて全知全能となる。だとすると、デイモンにまつわるある違和感を説明することもできるかもしれない。デイモンは圧倒的な力を持っているにもかかわらずなぜか登場の機会が少なく、まともに戦闘に参加した様子が描かれていない。これはあくまでエイダを守りたいとするデイモンの意志の固さ、または圧倒的な力を持つがゆえの余裕とも捉えられるが、これらとは別にエイダやボルトと似た事情が関わっていると言えそうだ。デイモンのもう一つの能力が先ほど紹介した内容の通りの効果なのだとした場合、デイモンもエイダと同じ運命の得意点だったのではという仮説が浮かぶ。彼に備わるもう一つの能力によって未来の情報を受け取ることもできるかもしれない。いずれにしてもデイモンはエイダと家臣孤児による未来の情報の交換を横で聞いている。この仮説通りであれば最強候補であるはずのデイモンがほとんど物語に関与してこなかったことにも合点がいく。そもそも運命の得意点とは何かというと、未来の情報を受け取りすぎてしまったもののことを指す。運命の得意点が関与すると未来の可能性は複雑に枝分かれし、不安定になる。良くも悪くも未来を壊してしまう要因となりかねない。デイモンが得意点であれば、外出するだけでも世界の運命を変えてしまう恐れがある。こういった限りない可能性とリスクを持っている存在が運命の得意点である。例えば真術、ジポーを発現させた家臣孤児は、その能力で未来で起こりうる全ての可能性を見ることができる。孤児は臨界での得意点の第一人者と言える存在だろう。孤児はジポーを用いてボルトに様々な未来の情報を伝えた。これによってボルトも得意点に該当する。また、この様子をいつでも閲覧することができるエイダも例外ではない。つまりエイダのそばにいつもいるデイモンは、少なからずエイダから未来の情報による影響を受けているだろう。エイダがボルトの戦いの様子を見ている時や、エイダと孤児が情報を交換している時などにもデイモンはそばで興味を示していた。それに加えて、もう一つの能力である歌唱、順風寺があった場合は決定的となるだろう。動画主個人的に、第2部までの3年間でデイモンがカワキと組み手の相手をしていてもいいのではと思っていたが、デイモンが運命の得意点であったのならば腑に落ちる。運命の得意点の務めは、良い未来への道のりを陰から後押しすることとされる。もう一つの能力が発現したデイモンは、その瞬間から得意点としての使命を自覚していたのかもしれない。以上が改造人間デイモンのモチーフと、隠されたもう一つの能力についての考察である。要点をまとめる。デイモンのモチーフはその名から大魔王であると考えられる。大魔王は神からの情報を人間に伝達する役割を持つ存在であることから、デイモンのもう一つの能力を考える上でのヒントとなった。その真術の名前については、エイダの真術、千里眼の対になる名前の真術として、順風寺がふさわしいと考えた。
順風寺は神々の住む展開の様子を音で把握することができるほどの聴力を持つ神である。このことから順風寺の能力は大魔王の役割にかなり近いことがわかる。よってデーモンに隠されたもう一つの真実は順風寺であり、その効果は高次元からの重要な情報を受け取るものであると導き出すことができる。そしてデーモンがこの能力を有していた場合、彼が運命の得意点である可能性が疑われる。デーモンは圧倒的な力を持ちながらも戦闘に参加せず、物語にも関与してこなかった。この一見不可解な状況も彼が得意点であるならば理解できる。デーモンが物語に本格的に関わるのはもう少し先になりそうではある。エイダを狙う存在が現れたその時、デーモンは動き出すことになるだろう。最後に最強と名高いデーモンに対抗する術を持つ者について考えて本動画を終えようと思う。最後にデーモンと戦う資格を持つ存在はいるのかどうかを考えてみる。デーモンを最強たらしめている能力の一つが真実、反射にあった。その効果としては、デーモンがエイダなどの人に触れている間、デーモンと触れた対象に向けられた一切の外因のイメージや攻撃が反射され、その結果がイメージした本人に返ってくるというもの。この効果があることでデーモンには全ての攻撃が通っていない。封印術ならどうかなど抜け穴を探したくなるところではあるが、物語の中でこの抜け穴にたどり着いた例は未だない。ただ第2部からその抜け穴にたどり着くであろう者が現れた。その一人が人真珠マムシである。彼はバグを原型にして誕生したチャクラのコピー体である。バグにエイダに魅了されていた過去があったからか、虫はエイダを標的にしている。エイダを狙うということは彼女を守るデーモンと戦うことを意味する。マムシはデーモンの反射を突破しなければならなくなると推測ができる。反射を突破できずにやられるという展開はカワキとコードがすでに見せているため考えにくい。マムシはデーモンに対抗できる何らかの能力を持っている可能性が高い。マムシによってデーモンの戦闘が解禁される可能性は今後の物語の非常に楽しみな要素となる。果たして全知全能と思われた兄弟のプログラムにバグは存在するのか、両者の本気が見てみたいところである。ここまでの内容は個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。